久保幸男さん、当時3歳。爆心地からおよそ2キロ離れた円光橋町で路面電車の車内で被爆しました。ピカッという光とドーンという音、そして辺りがすぐに真っ暗になったことを幼いながらに記憶しています。救護所で出会った血だらけの女性が今も鮮明に目に焼き付いているといいます。大学卒業後は広島電鉄に入社し長く勤めました。核兵器をなくしたい、そのために自分の体験を伝えていきたいと語ります。私が当時被爆前に住んでたのは今でいう南区の1丁目、分かりやすく言うと広島ガスタンクがあるでしょ、近くだったんですよ。でしかも川沿いにあって、私覚えてるのはその川沿いの土手から、結構広い家だったんですよ。そうだ、庭がありましてね、皆さんご存知でないか、防空壕があったんですよ。で一回空襲があって防空壕に入って、ちょっと怖い思いをしたという記憶があります。だって地下に入って真っ暗ですからね、ろうそくもあったかも分かりませんけども、頭巾をかぶっちゃってそれでこう入るわけですから、やっぱり怖い、思いをしたという。そうですね、父の仕事というのは代々我が家は船の海鮮業といってね、船を持ってて、でお客さんを乗せて、荷物ももちろん当時は入れて、それで島と本土、呉、広島、その航路を持ってたんですよ。そういう仕事をやってたんです。ですから父はそれを継いだという形になるわけですね。これはね、いつ押収されたのかというのはよくわからないんですが、要するに海兵隊、大竹の海兵隊に押収された。当時は押収という言葉を使ってましたね。で押収兵として訓練を受けるために行って、それで1年おったのか数ヶ月か分かりませんが、いよいよ外地へ赴任するということで決まって、で父が最後になるかも分からないから家族全員会いに来いということで大竹へ行ったわけですね。大竹の海兵団の、施設に行ったのは母親と、それから長女の恵子ですね、これは10歳、それから次女の明子、これ6歳、それから私、当時3歳と10ヶ月、この4人です。で、南阿智の実家に留守してたのが妹、当時2歳ですね、とそれから母方の祖母が2人、留守をしてたと、こういうことですね。で大竹で一泊して、それから明く朝の早朝に大竹を出て山陽線の汽車で広島駅まで帰ったわけですね。で広島駅でこれラッシュですからものすごい人を電車待ってるわけですね。で広島駅を降りてその駅のホームへ、電車のホームへ来た時にたくさん並んでるわけですよ。でこれは順番を合わすために、これは日本人のいいところですけど、整列してきちんと待ついう、そういう国民性でしたから、我々も並んでたんですがなかなか乗れない、多いから。で母の言によると4代目の電車にやっと乗れそうだった、その時に姉がですね、長女姉がトイレに行きたいという、そういうことになって、母親は困ったわね、電車がもう出るかもわからないのにって、と言いながらもやっぱりそれは行かなきゃいけないと。で行ってその間にですね、我々は電車に乗れないかもわからない、列を離れようとして列を解除したんですね。そしたら
割と早めに姉が帰ってきて「終わったよ」って言って「あ、それじゃあ電車これ乗れるかもしれない」ということでまたその列に入っちゃって、でギリギリ乗れたんですよ。ギリギリというのはたくさん乗ってますから、ほぼ満席状態だったという。それで乗って、それから円光橋ですから、今の円光橋ご存知のようにもう20メートルぐらい行ったら駅ですからね、その電車が出て円光橋着いた途端にピカドーン、ここで被爆をしたと、こういうことなんです。ですからもし姉がトイレが長かった場合、あ、とうとうこの電車に乗れなかったわねと、じゃあ次の電車に乗ろうとして待った時には多分そこでは相当の方が亡くなっていらっしゃいますから、ひょっとしたら我々全員で生きておれなかったかもわからないという意味で非常に運が良かったんですと母がいつも申しておりました。私の記憶にあるのは要するに、すごい音、ピカ光もあったという記憶と、一番鮮明に残っているのは真っ暗になったという印象がいまだに僕の頭の中にあるわけですね。で、なんで真っ暗なんだろうというのは疑問、ずっと子供の時代分からなかったんですが、大人になってから分かったのがいわゆるキノコ雲。キノコ雲はあっという間に快晴でしたから、被爆の時はそれはあっという間にキノコ雲が横に市内を張って、それで覆ったわけですね、市内を。だから太陽を遮断するから暗くなったんですが、私にとっては真っ暗に映ってるわけで、なんで真っ暗かというと、よく考えても電車がいっぱいでしょ、人で。それ電車の中で受けましたから、おそらく人の大人がたくさん目の上におられますから、余計私にとっては真っ暗に映ったんだろうと思う、ね、その記憶は鮮明に覚えてるんですね。で、母の言によると、その円光橋行った時にピカーッと行って運転席の方でそのスパークをしたと。それでびっくりして、しばらくしたら今度は爆風ですよね。爆風が来て、この爆風で鉄の電車がガタ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 ってこうすごい揺れたんですって。それで非常に怖かったということで、その状況が続いて、それからまた異臭、非常に匂いが強烈な悪臭がしたという、そういうことがあって、これ大変だ大変だというで、みんな電車の中をこう降りて逃げまとうんだけど、母は出ちゃいけませんと、その方が危ないからって言って、子供たちにはここから姉が言ってるんですが、出ちゃいけませんと言われた記憶がある。ですからしばらくはどうも電車の中にいたようですね。それからそれで被爆した後に外へ出た時に、姉の話では先ほど電車に乗った時の辺りの景色が全く変わってたと。要するに爆風、それからでやられて潰れてるわけです。その神谷町が見るともうほとんどみんな恋の山まで見えるわけですから、残ってるのはコンクリートの建物だけが残ってるという。その中の一つが円光橋は我々今でもありますが、広島信用金庫の支店がありましたから、これ鉄筋コンクリートなんです。そこから電車で降りて、電車路線を伝って自宅まで帰るという。でその道路はね、当時としては非常に広かったんだそうですよ。広いにもかかわらず両方が木造のところ燃えてますから、その真ん中、多分線路の真ん中走ってますから、歩いててもものすごい暑かったという、ね、そういう記憶を姉は言ってましたね。それとまた姉が書いてるのは、途中でもういわゆる熱線で爆風で飛ばされて怪我をされた、熱線で、血だらけになった人が、そういう人ってたくさん行き交うわけですね。ところがその中では多分皆さんがおっしゃるように、助けて、あるいは水をちょうだい水ちょうだいとか、暑いよ暑いよ苦しいよと、そういう声は多分聞かれてるはずなんですが、そのことはものすごく聞こえるんだけども、まず我々家族は、特に母親は妹が実は実家で留守をしてましたから、今の祖母と。だから妹と祖母はどうだろうか、それが心配の一心で、とにかく必死で歩いて帰ったと。で帰った時にですね、近所の人がおられて、妹がどうかと言ってこう訪ねたら、多分救護所で運ばれたと思いますよということで、家を帰らずにすぐ救護所に行ってた。
ところがこれ後から分かったんですが、実はその近所の人は人間違いしちゃって違うことを言ってる。で我々は違う事業所ですから妹はいないわけですね。ですからその日は救護所ばっかりは回っていないんで、どこかで寝て一泊して、で来る日にまた探していったら別の方がいらっしゃって、あれはどこどこの救護所に妹さん行っておられますよと。爆風で家が倒れたその余波でガラスが体中刺さったんですよ。で2歳ですからね。で赤ちゃんですよね。で救護所で治療をたくさん受けてるんですが、もちろん痛いですよね妹は。だから早くガラスを取ってね消毒してもらいたい。だけど当時はそんな状況じゃなくて軽症ですよ、その程度は。もっとひどいね怪我をした方、お子さんがいらっしゃる。これがもう当然優先ですから、そうやって母は自分でその子供を泣きながらそのガラスを一つ取っていったという。ですから妹はいまだにここでは切符があって、でその後女の子ですからね、やっぱり整形手術したらいいんじゃないか言うんだけど、妹はそれはしないということでいまだに切符があるままになった。鮮明に残ってるのはね、多分救護所だと思う。その建物の中にこう女性、なぜか女性なんです。女性の方が血だらけでボーッと立っていらっしゃる。それがずっといまだに焼き付いてます。でなぜ女性のかってちょっと詰めよくわからないんですが、女性だったんです。でこれ母に一回言った時に、多分何軒か救護所に行ったから、そこで見たんであろうということぐらいしか記憶ないんです。結局祖母はその遺体も見ずに、多分焼けて、ママなのか、爆風で倒れて建物で即死したのか、その遺体は誰かどうしたのかわからないままで、もうそれは亡くなるまで姉の話では時々原爆の話になると母と会えなかったのが一番悔しいというのは何度か言ってたそうですからね。その翌日7日だったか、要するに父がさっき言ったような大竹会談で、解散されましたから軍隊で帰ってきてどっかで一緒になって、で一家で連れ添って田舎島に帰ったと、こういうことですね。長女は小学校田舎の島の島だけで、これ我々は数年後ですね呉の市内に移ったんです。で呉の親戚母の兄弟がおりましてね、そこ呉に住んでおられて、ちょっと広い家でしたもんですから半分お借りして、で我々同居ですからしばらく何年かそこにいて、で私は片山小学校というところがあって、片山小学校に入って2年までに学校におりました。それから昭和23年に牛田、東区の牛田に変わりまして、ここで初めて自分の家を持ってそれで移ったんです。今は給食制度当たり前のようになりますから、全員がね給食をするわけです。僕らの時は弁当家から持ってったんですね。そうすると大変例えば母親がいらっしゃらないとかいう家庭の方だとなかなか生活も苦しくて弁当を持ってこないという生徒が結構いたんですよ。でその生徒はどうしてるかというと、昼時間はもう運動場で遊んでるんです。で僕たちはね母親の弁当、温かい弁当を食べられるという幸せを感じたんで、多分そういうグラデに残ってる方はひょっとしたら原爆で亡くなられて片ようなことかもわからない。牛田は被爆をしましたけども、割とちょっと川から離れて2キロ以上離れてるから壊滅的なその被害は多分なかったんだろうと思う。ですから亡くなる人が少ないかもわからんけれども、全然ゼロではありませんから、ひょっとしたらそういう原爆の
親が亡くなられた子どもたちがそういう遊んで食べられる前まだその昼時間過ごしている光景があったかもわかりませんね。僕下小学校を卒業してで中学は千田町修道中学から高校も修道高校で行ってそれから大学から神戸、江南大学っていうんですがそこに入って4年間、学生活を送ってそれで帰って広島電鉄へ就職した。当然当時の長男というのは多分ほとんどの人は特に商売が親でやったりすれば継ぐというのはもうそういう自覚を持っていたら、僕らはサラリーマン世界ですがやっぱり長男だから遠くで就職はまずいと自分自身思っていたもんですからやっぱり広島帰って就職しようと。たまたま大学が電鉄が募集してたわけです。ずっと電鉄も知らない人おりませんからで青バス赤バスというじゃあ電鉄へ受けようということで運よく合格しまして電鉄入ったんです。電車で受けて自分が大人になって就職したのが電鉄ですからこれも何かのなんですよね、運命なんですよね。それはふとこう冷静に考えたら不思議だなと思ってます。さっき30代ぐらいと言いましたね。その頃はそんなしょっちゅうはないんですが一番僕の被爆体験やっぱりこれは皆さんに披露した方がいいんじゃないかと思ったのはやっぱり60代ですよ。60代に、たまたま私もある役職があっていろんなところで話をしたり、挨拶を頼まれたりすることもあるんでそういう中で今日は僕の被爆体験話すのにちょうどいいかもしれないなという話をつまりその県外から集まる人がたくさんおられたもんだから久保さんのことに何か個人的話があったらどうかということだったんだろう。それじゃ個人的話なら僕は被爆であるということを皆さんにお伝えしてみようと。で僕が被爆の話するとねみんな顔つきが違うわけ。こんな体験のすごい皆さん関心持ってくれるかなと言ってそれで顔をちょっと曇らすとかねいう感じがあってやっぱり喋らない方がよかったんかなと思ったりも自信を持ったんだけどすごく関心を持ってくれたということは実は僕はちょっと驚いたんです。何度か話すと話が少し膨らんだり違ってたりするから途中でそれは気が付いてあんまりね皆さんを驚かすために誇張した表現使うとかそれが派生して全然違うことを言ったりするような気がするからこれは自分で戒めないかんということを思ったことがあるんですよ。ですからね、本当に僕は円光橋で受けたのかそこから始まって円光橋でコンクリート型が助かって本当にそうだったのかどうかこれは母親は嘘は言ってないと思うんだけどそこから一回確かめてみないかんということでたまたま僕は電鉄入ってるから電車のことは分かるじゃないですか。それで電鉄で、それを聞いたら間違いなく電車円光橋に降りました。久保さんの電車かどうか分からんけども被爆した電車が降りました。多分久保さんこれに乗られたんでしょっていうのは車内を降った時にすぐ分かったんだよね。でじゃあコンクリートだったのかレンガだったのか何だったのかと信用金庫さん僕知ってる人が何人もおりますから行ってちょっとお宅で何か被爆の建物の支店がたくさん被害を受けたんでしょうがその記録があるものありませんか探してもらったんです。そしたら円光橋支店があるんです。で多少破壊はしたんだけどほぼ原型のままにしばらくあったそうですから、その写真をいわゆる被爆をですね何年か先の写真見て立派な建物ですよ。これがそのまま残っているこの建物のおかげで我々は助かったんだというそういうことが確認できたというのは良かった。だからそれはもう紛れもない事実ですからそれは話はしてます。被爆電車今走ってますよね。でこの被爆電車が走ってるという中でだから記録を残してこいと電鉄自体が要するに
電車に乗って被爆なさった方、これ路線別に分かれてるんですにその募集をしてですね、証言をしていただこう。どこどこの電車にどこで受けてどんな被害を負われたかという、そういうその証言を集めようというです、これ電鉄が作ったわけですね。それは僕社内で知ってますから、これは母がやはり出るいい機会だから、あまり母は積極的じゃなかったんですが、まあ私が勤めている以上電鉄が募集してるんだから、まあ子供のためにも、我々の、証言しとったらどうですかって言ったら、しぶしぶ OK をして、ですからしぶしぶというのはどうしてか言ったら短いでしょ。だからあまり気が進まなかったんだろうと思う。他の人は長いのに母の場合1ページもないぐらいですから、しぶしぶなんですよ。私にとっては貴重な母の証言でずっと大事にしてます、はい、特に姉の方は詳しく書いてありますからね、知ったという。姉がですね嫁いだ先が千葉習志野市なんですよ。でこの姉はですね非常に活発なんです。で地元の教育福祉関係とか PTA の役員やったりとかかなり積極的にやってますんで、まあそういう関係でその習志野市に住んでるつわものの女性みたいな人を特集して、その生き様そういうものをこう皆さん書いていらっしゃる。その中で姉が多くの部分を被爆体験の話をしてます。それから結婚、なぜ習志野に来たかも含めて全部書いてあるんですが、その中では原爆被爆体験が 2,3 ページぐらいありますから、それは僕にとって非常に貴重な、これも資料です。はい、私はね、全く病気はしたことないんです。僕はね、被爆手帳ができたのいつかはよく定か覚えてないんですが、しばらく経って申請させていただいた。多分年代的にはやっぱり50代かなという。その頃に、まだ元気だけども、ひょっとしたら8ヶ月病どっか出てくるかもわからない、あるいはそれが原因で何かの病気、内臓がいかもわからない時に備えて、やっぱりじゃあ申請しておこうということで申請したはずです。家族も、母も93で亡くなりましたしね、長寿ですね。それから長女は82になるんですけど、ただ長女が十数年前から膠原病、ちょっと難病なんですけどね、膠原病で患ってて今非常に不自由してるんですけど、元気は元気なんですね。下半身がもうほぼ動かないと不自由だということで、次女も妹も大きな病気というのは一切してません。三女もそうですね。はい。ですからそういう意味ではもうね、家族これだけ長く兄弟を組んで生き延びたというのは幸せだと思ってます。あと怪我病気せずに過ごさせていただいているのは、何かもう本当に神さんが我々のそばにずっといていただいたような気がしますよ。非常に怖いのはね、その核兵器があるでしょ。核兵器でボタンを押しますよね。そのボタンを押すのは人ですよね。機械が押すんじゃないでしょ。人が押すわけでしょ。それ人が押したら、一回押したら、今の核兵器というのは広島の原爆の何十倍、ひょっとしたら何百倍かな。こういうものが地球上どっかで落ちたら、それは何百万人亡くなることか、国が壊滅してしまうというぐらいの気ますね。じゃあその核兵器をボタンを押す人間ってどんな人かとなると、これは僕は権力者だと思う。その権力者というのは、どの世の中歴史、日本の歴史が、日本じゃなくて人間の歴史が2000あったとしても常におるわけですよ。でも悪い権力者ばっかりではない。過去にも平和を尊び平和な国になるように努力された権力者たくさんおりますが、ところが
とんでもない権力者もおるわけですよ。これは独裁者だと過去にもおりましたよね。今でもひょっとしたらそれに近い独裁者もいるかもしれない、いないかもしれない、いるかもしれない。それを考えるとやっぱり核兵器ボタンを押す人間がどっかで出る可能性があるわけ。これは怖いよねって。それじゃあその核兵器をなくすにはどうしたらいいかということなんですが、まあ簡単にはいかないかも分かりませんけども、押す人間がおらんようになるか核兵器なくすか、どっちかとすれば人間おらんようになる方を選ぶ人は誰もおりませんね。当然人間は生き延びていかないけど、なくすのは核兵器という、まあ、そういう単純発想ですね。まあ、そういう思いは僕ら被爆者にとっては非常に強い思いを持った。だからこの度何でしたか、7月に核兵器の禁止条約が採択されて、残念ながら日本は入らなかったんですけども、これって簡単には核兵器は多分なくならない、廃棄までいかないですよね。でも世界がああいう条約をしたというのは多分初めてみたいですから、これは次世代を意識するとすれば少し時間かかるかもわからんけども、核兵器廃絶の第一歩かもわからん。これはまあ立派な評論家のとおっしゃってますから、その受け売りなんですけどね、それは私も強く思ってて、それは声を大にして言わなきゃいけないのは我々被爆広島県だと思います。それは私も以来だ、そういう機会があればね、ぜひそういう声をかけて僕の被爆体験を話をしてみようかなとこう思ってますけどね。